こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ナイス HCK EBX25Ti です。イントラコン化型のレビューって珍しいね。前回、いつやったか覚えてないぐらい昔よね。カナル型優先モデル中心にレビューしているこのチャンネルで、イントラコン化型をレビューするきっかけは何だったんですか？基本はナイス HCK さんから依頼があったからなんだけど、イントラコン化型のハイエンドモデルって聞いたことなかったんで、興味が湧いたからだよ。ハイエンドモデル？価格は、4万円台か。なかなか手の出しにくいとこなのね。EB2S、EB2S Pro、EBX21 と何種類かある EB シリーズの中で EBX25Ti がフラッグシップモデルになるのね。そのようね。やっぱり EB2S とか EB2S Pro がお手頃で結構売れてるんでしょ？そうだと思う。EB2S Pro ぐらい持っておけばよかったわ。さすがフラッグシップモデルだけあって箱が立派です。上を開くと本体だけがちょこんと入ってました。下側は引き出しになっていて、ケース、その中にケーブル体はマグネット式。これ単品でも売っていますね。アクセサリーの小箱の中にイヤーパッド、MMCX 脱着ツール、フィルターメンテブラシ、その他使用説明書などが同梱されていました。イヤーパッドは3種類で、いわゆる普通のスポンジタイプ、スポンジでリング状タイプ、そしてシリコンリング状タイプと付け替えるだけで若干の音質変化があるよね。スポンジでリング状タイプが付けにくくて苦労しちゃった。消耗品だからまとめて買っとくのもいいんじゃないかな。ケーブルは 6M 単結晶銅と銀メッキ銅ミックスケーブルで MMCX 接続です。購入時 3.5mm か 4.4mm のジャックを選べます。布巻きで柔らかく質感がとてもいいですね。さて、中身の方なんだけど、14.2mm のドーム型ベリリウムメッキダイヤフラムを採用。音質は結構固めに感じた。ベリリウムメッキだから固めの傾向なのかな？多分ね。詳細は上の通りだけど、何か質問ある？音漏れはそれなりにありますか？密閉タイプのカナル型と比べたらあるね。これ、音いいからつい音量上げたくなっちゃうだろうけど、電車の中とかだと結構シャカシャカするだろうね。そっか、気をつけようっと。ボディの方もコストかけていて、航空宇宙グレードのチタン合金音響キャビティを採用。高度、密度、耐腐食性に優れ、音の可動音を向上させる。上の文章をそのまま読んじゃったけど、可動音がいいイヤホンやスピーカーは、短い音や鋭い音をクリアに再現できるため、音楽のディテールやリアリズムをより忠実に感じることができる。例えば、打楽器のアタック音やギターの弦の振動が生々しく聞こえたりとかね。チタン合金の効果ってすごいですね。そういえば先日レビューしたレッドショアーミスティック8のボディにもチタン合金が使われていましたものね。ミスティック8のハイエンドモデル、そういうとこに共通点あるんだね。高い素材は全てより良い音を追求するためなのね。さて EBX25Ti の波形はこんな感じだった。カナル型用の同音管で無理やり測定してるから正確なものじゃないけどね。なんとなくカナル型の波形に似てる感じがします。イントラコン化型なので低域はある程度膨らましたチューニングだと思いますし、かなり良さそうじゃないですか？そう、すでに主張してるんでその良さは把握しているつもりで、やっぱり比較モデルがないと漠然としちゃうんで他に2モデル測定してみた。そもそも EBX25Ti のようなフラッグシップモデルに釣り合うようなものは持っていないんで、スメイバ M0 と TRN-EMX の波形ね。同じ条件で測定したんで比較という意味では成り立つと思う。イントラコン化型はレビューが少ないから結構以前のモデルになっちゃうけど勘弁してね。こうしてみるとやっぱり EBX25Ti はいい感じのチューニングに見えますね。カナル型だったらフラットに近いなんて表現が合いそうです。そうだね。 M0 も EMX も質感は価格相応だと思うんだ。EMX は中広域以降の出方がちょっと足りない感あって、広域がもうちょっと抜けてくれるといいかなって思う。そうだね。2キロぐらいまでは EBX25Ti に似た感じだもんね。そう。一方 M0 は結構波形に特徴あるけど、聞いてみると広域はしっかり抜けてきて低域も存在感ある。カナル型で言えばドンシャリタイプかな。2キロあたりの山が特徴で好みの分かれるところだけど、普段あんまり使わないからスメイバ M0 ぐらいなりモデルがあればイントラコン化は十分かななんて思ってたんだ。 M0 確かに結構満足できるなり方してるね。EBX25Ti の視聴の印象はどうだったの？皆さん一番興味あるとこだよ。実は最初の主張で低域がかなり強めで広域が全然伸びてくれなくてちょっと戸惑った。そんなはずないですよね。そう、原因は装着の仕方だった。少し軽めに耳に当てるぐらいがちょうど良かったの忘れてた。イントラコン化は次回耳の外側のコン化と呼ばれる部分にフィットするデザインだからね。普通のスポンジタイプを装着しての主張ね。ちゃんとフィットさせるまであれこれ試していいポイントになった時音質は一変。イントラコン化なのにカナル型のセミオープンの音みたいな聞こえ方と言えばいいかな。外耳道がイヤーチップで塞がってないのにこれだけしっかりなるんかーってね。
EBX25Ti をしばらく聞いた後、M0 や EMX に戻ると、やっぱり大きな差を感じたね。そりゃあ価格面から言ったら EMX が10個以上買えちゃうぐらい差があるんだから、まともに比べたらかわいそうでしょ。確かにね。でも、価格差って結構忘れちゃうんだよな。具体的にその差ってやつを知りたいな。そうだな。立体感の差が大きかった。臨場感と言ってもいいかな。モニターライクなカナル型モデルと同列の改造感というわけにはいかないけど、改造感も音が周りに抜けていってる割にはいい。さすがイントラコンカのハイエンドモデルだと思った。2キロ手前から4キロあたりの帯域はちょっと落ちてますけど、ボータルが引っ込んだりしますか？いいや、低域側がやや抜けていくことを考慮して、カナル型と同じ目線で見ないで、低域をもっと下げてみるとちょうどいい感じになる。実際そういう聞こえ方だからね。だから、ボーカルはしっかり前に出てくるよ。低域感もすごくいい。多少音が抜けていってるにもかかわらず、しっかりとしたアタック、圧を感じ、広域も波形で確認できる通り、すっきり抜けてくる。結果、本気のリスニングが楽しめる。そっかー。逆に微妙な点はないの？微妙な点というか、装着時の注意点かな。強く押し込めば低域お化けになっちゃうし、当て方が緩すぎるのもダメ。そのちょうどいいポイントを見つけるのに最初ちょっと苦労した。耳に当ててから軽く前後に回転させたりすることで広域の出方に変化を感じたりする。だからそのあたりは各自で調整してみていただきたいところなんだ。3種類のイヤーパッドは前面が覆われていない方がよりクリアな音に感じるけど、装着感もかなり大事な要素だから自分に合うものをじっくり試してみてほしい。うまく扱えるようになると装着の仕方で高低のバランスを変化させられるし、基本の音はかなりしっかりしてるんで、それを引き出せればきっと満足できると思うよ。なるほど。愛も聞いてみましたけど、ハイエンドモデルの良さがすごくよくわかりました。衝動買いはできないですけど、いつか買いたいな。はい、ということで、ナイス HCK のイントレコンカハイエンドモデル EBX25Ti のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。